いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは潮目を解説していきます。海釣りの解説などで出てくる用語に潮目という言葉をよく見たり聞いたりしたことがあるかと思います。潮の動きは海釣りでとても重要な要素で、潮がいいとか潮が悪いなど釣り人同士の会話もよく交わされます。海釣りに大きく影響してくる潮目は何を指す言葉なのか。今回は潮目の意味や重要性について解説いたします。今回の潮目を学ぶことによって海の表層で見える潮目の下がどのようになっているのかがわかるようになります。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。異なる潮の境目、魚が釣れる目印、潮流地形の変化。それではこの3つについて解説いたします。異なる潮の境目について解説いたします。一言で海水といっても場所によって水の質が異なります。例えば濁った川の水が流れ込んでいるところはすぐに水が違うと感じるように、場所によって海水の質が異なります。この水質が同じグループのことを水海と呼びます。実際の潮目はこのようになってます。これははっきりとした潮目ですが、水質の異なる潮の境目がわかります。釣り場でよく見かける潮目はこのようなイメージです。中央付近に横一直線の潮目があることがわかります。海水の場合は塩分濃度、水温、溶存酸素、栄養塩類などが同じところを一つの水海として扱うのですが、隣り合う2つの水海、質が異なる2つの水にはその水質が変わる境目になる部分が必ずあります。その境目を潮境といって、海面で見ることができる潮境が潮目になります。潮目ができる理由は主に3つあります。流れが違う、水質が違う、温度が違う。流れが違うについては、流れが速い海水と流れが遅い海水があります。流れの速さが異なる海水がぶつかるときに潮目が生じます。水質が違うについては、塩分濃度が濃い海水と塩分濃度が薄い海水があります。海水の塩分濃度が異なる海水がぶつかるときに潮目が生じます。温度が違うについては、水温が温かい海水と水温が冷たい海水があります。海水の水温が異なる海水がぶつかるときに潮目が生じます。このように少しでも水質が異なる海水同士がぶつかるときは潮目ができます。魚が釣れる目印について解説いたします。釣りをしていると潮目が見えれば潮目付近に投げれば釣れるということはなんとなくわかると思います。潮の変化が生じている境目の潮目は潮が流れている目印にもなります。潮目がないところより潮目がある方が魚が釣れる、活性が上がる要素があります。潮目で起こる効果は次の2つがあります。プランクトンが集まる、酸素が豊富。プランクトンが集まるについては、食物連鎖の始まりでもある植物プランクトンが成長するために必要な3要素は光、栄養塩、温度です。植物プランクトンの成長にとって光と温度は環境が安定している状態、海水の動きが静かな状態がいいとされています。しかし植物プランクトンが成長するために必要な栄養塩が絶えず供給されている状況、すなわち海水が常に動いている状態も必要です。この植物プランクトンが成長するためには太陽からの光が必要です。栄養塩を取り込み光合成を行って成長・繁殖していきます。太陽の光はおよそ 90% は海面によって反射され、およそ 10% が海中に入ると言われています。表層の付近にあった栄養塩は植物プランクトンの光合成による成長とともに少なくなり、やがて栄養塩が少なくなったことにより
植物プランクトンが死ぬと海の中に沈み、光の届かない深場へと沈んでいきます。ここで分解されて炭素の含んでいない無機の窒素やリンとなるため、光が届かない深場では栄養塩が豊富にある状態にあります。この植物プランクトンが成長するための矛盾を解消してくれるものこそが今回の潮目になります。例えば、温度の異なる2つの水海がぶつかる潮目があるとします。2つの水海が接している部分、潮境では、冷たい水海は密度が高いため重く、暖かい水海は密度が低いため軽くなります。そのため、冷たい水海は下へ沈み込むような流れが生じ、暖かい水海は冷たい水海の上に上るような流れが生じます。この暖かい水海の上昇流によって水海の底に溜まっていた栄養塩が植物プランクトンの生息する表層まで運ばれます。太陽光が届く水深の栄養分が豊富になることによって潮目付近ではプランクトンが増殖します。プランクトンが増えることでプランクトンを食べる小魚や小魚を食べる大型の魚も集まってきます。これが潮目でプランクトンが増える理由と潮目に魚が多くなる要因になります。しかし潮目ができればすぐにプランクトンが増えるわけではありません。植物プランクトンが増えるためには太陽光、栄養塩、水温の3つの要素が揃っている必要があります。そして植物プランクトンの増殖にはある程度の時間が必要です。そのため釣れる潮目の条件としては長時間にわたり潮目ができていること、頻繁に潮目ができることが大切になります。潮目が長い時間できているということはそれだけプランクトンが増えている可能性が高くなり、魚も集まりやすくなります。同じ釣り場に通って潮目ができやすいポイントを探すのも楽しいと思います。酸素が豊富については、水に溶けている酸素のことを溶存酸素と言います。酸素は私たちが生きるために大切なものです。私たち人間は空気中の酸素を呼吸して体に取り込んでいます。海の中の魚や動物プランクトンも私たちと同じように呼吸をして酸素を取り込んでいます。魚は水に酸素が溶けていないと生きていくことができません。水中の酸素は水面からも溶け込みますが、浅い場所では植物プランクトンが光合成で酸素を作ります。海流が激しく動く潮目付近は水中の酸素が増し、魚も元気に動くようになります。潮流地形の変化について解説いたします。潮目ができる環境の主な要素は次の5つがあります。堤防、防波堤、砂浜、汽水域の河口、沖合。堤防があるところは漁港などが近くにあることが多く、船が行き来するために人工的に航路が掘られています。その航路の影響で海中に沖に出ようとする動きの潮流が生まれ、岸に向かう潮流がぶつかり合ってできる潮目があります。また潮の満ち引きや船の行き来、また風以外の影響を受けない止まった海水と潮流や海流の境目に潮目が起こります。防波堤があるところは岸に向かう大きな波や強い引き波を和らげるためにテトラポットやコンクリート壁が設置しています。テトラポットやコンクリート壁に跳ね返されて沖に出ようとする動きの潮流と岸に向かう動きの潮流がぶつかることで潮目が起こります。砂浜では海が荒れた時や波の高いところでできる駆け上がりがあります。駆け上がりの潮流で複雑な動きが起こり、岸に向かう潮流とぶつかり潮目が起こります。汽水域の河口には潮の動きや川の流れにより潮目ができます。川の流れや雨による濁流によって流水量が変わり、海水との塩分濃度の違いで潮目ができます。
また潮の動きにより海水量が変わり、川の流れる水との塩分濃度の違いで潮目ができます。沖合は流れが強く波も高い海流と海流がぶつかるため、岸寄りの潮目より強くなります。沖合は主な障害物がないため、潮目の基本でもある塩分濃度の違い、水温の違い、海流の違いによる海水がぶつかることで潮目が起こります。今回のまとめです。今回の潮目の授業について多少難しいところがあったかと思います。しかし最初はあまり深く考えずに潮目は釣れる程度で思っていただいても大丈夫です。釣りに行く回数が増えれば海や河口などの状況の変化に気づいて次第に理解も深まると思います。潮目には潮流や海流の存在だけでなく、堤防やテトラ帯など釣り場の周辺の状況や海底の地形の変化も影響してきます。このように潮目で起こる水中のイメージができれば、漠然としていた釣りの見方が変わり、潮目のどの場所に魚がいるか予想できるようになります。何より水中イメージと魚の居場所が合えば釣れる確率も上がり、釣りがより一層楽しくなることは間違いありません。今回の授業は以上となります。潮目の授業がこれからの超過アップの手助けに少しでもお役に立てれば嬉しいです。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける釣りの授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで見ていただきました方へ特別な告知がございます。釣りって学べるのサブチャンネルとして遊びって学べるを始めました。名前の通り遊びを通じて学ぶことを目的としたチャンネルを予定しています。まずは35年ぶりにミニ四駆にチャレンジしてみたいと思います。ミニ四駆創世期世代の私が心機一転、子供のためにゼロからチャレンジしてみます。釣りって学べるをご覧いただいている方で同じ趣味を持たれている方、もしくはミニ四駆に興味を持たれているお子様がいるパパ、ママがおられましたら概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ遊びに来られてください。